皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。よろしくお願いします。今日はですね、こんな企画を考えてみました。私はプロの漫画家じゃない。そうね。で、漫画っていうのは、今の時代いろんな表現があるとはいえ、今でも基本は白黒で表すのが、メインなのよ。確かに確かに。とはいえ、漫画の表紙とかではカラーのイラストも描くのよ。ああ、確かに確かに。ということで気になる企画やってみたいと思います。プロ漫画家が本気を出して描いた白黒絵と、本気を出して描いたカラー絵。果たしてどっちの方がみんなから上手いと思われるのか検証してみたー。白黒かカラーかどっちの方がいいってことね。そう。これ私もわからん。俺もわからん。ということで今回は同じ線画で1枚の絵を私が本気で白黒と本気でカラーにしてみたいと思います。で、それを2つ比較してもらって、コメント欄でみんなにどっちが好きか言ってもらおうと思う。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、今回はですね、この線画を元に、白黒とカラー展開していきたいと思います。めっちゃかっこいいやん。っていうのも、これはちなみに私が SNS で、押し北の12巻と私の画集が出たのね。画集の宣伝のために描いたイラストなんだけども、これちょうどいい感じにさ、単色塗りしてるじゃん。要はさ、フルカラーでもなければ白黒でもないっていう。確かにね、ちょっと青とピンクでね。私もう一個最後に疑問ね。これが良かった説もあるよ。いやでもね、椎本先生、この単色塗りクソうまいんだよ。で、もしそれがあった時は、私は単色塗り職人としてここに生きていくから。っていうので、じゃあ、これを線画を元にしてやっていこうと思います。じゃあ、まずは白黒からいきたいと思います。はい。じゃあ、早速白黒やっていきます。ちなみに今回は白黒もカラーも私が普段仕事で使ってるクリップスタジオのアプリでやっていきたいと思います。で、この線画自体が、実はもともと、ここレイヤープロパティ見てもらえばわかるけど、カラーモードでやってんだよね。カラーモードだと、正直白黒の絵を作るときは、グレーが混じってしまうので、本来漫画家が印刷で使える白黒ではないのね。なので、ここを今回は絶対モノクロモードに変えてやっていきたいと思います。ということで、ちょっと線画が変わっちゃったんだよね、でもこれすると。ほら。何が変わった？ほら、俺がこう消えちゃうの、グレーだったところが。本当だ。ちょっと元の線画のイメージに近づけて。で、ちなみに今目がすごいさっきの怖いことになっちゃってんだけど、これは瞳の中だけは別の線を描かないで表してたから、めっちゃこの絵の状態だと怖いけど気にせずいきましょう。こんな感じで大体線画やっていきます。で、なんで今こんなに線を直してるかっていうと、結局もうモノクロは正直私としてはもう線画勝負だと思ってんのよ。もちろんこの後にトーンっていうのを貼る作業はあるんだけど、あとベタを塗るっていう作業は。でも結局はもう私線画が勝負だと思ってるところが結構ある。白黒だもんね。そうそう。だから結局線画をきれいに整えていくことがモノクロイラストが一番映えることなんじゃないかなと思うので、今線画を整えていってます。ちょっと雑だったなと思ってるところをもっと綺麗にしてるとかそういうこと。あと線に強弱をつけたりしてってる。なるほどね。要は外側の縁の線を太く、例えばシワの中の線は濃くする人は薄くみたいな、そういう強弱を意識して、より視覚的に見たときに見た人が分かりやすいような絵になってることを心がけてる。なるほどね。確かにね。だからどこがまでが服で、どこまでが髪で、どこまでが肌か分からないみたいにならないようにしてる。で、元はさっきのペン入れ自体は、私はこの、ちょっと大まかな、一番最初の落書きの線は、さっきこのニュールペンっていうのでやっちゃってたんだけど、線を整える時はいつもの仕事で使ってるリアル G ペンっていうのを使ってる。で、今このベタみたいなの塗っていく時は、これも仕事で使ってるこのブラシ、ややかすれっていうのを使ってます。これは多分筆のところに入ってたかな、ややかすれの筆。デフォルトで全部入ってるやつだから、よかったら使ってみてください。なんで書いてんの？こっちの方が太いところがうまく塗れるし、やっぱ私の、もうアナログ時代の癖。やっぱこういうところ筆ペンで塗ってたよ、自分で。だから、デジタルがない時ね。そうそう、だから筆ペンで塗ってた経験上、筆ペンっぽいもので塗りたくなっちゃうっていう。なるほどね。ツヤはね、髪の毛の。
これカラーでも白黒でも、まあ同じなんだけど、こういう柄物のトーンをベタって貼るとき、まあ全然このままでもいいんだけど、私もめんどくさいときはやんないけど、布のこの縫い合わせのこのパーツのとこだけ選択して、ちょっとこのカラーは消すね。わかる？こうやってここから布が切れてるなとか、ここから布のちょっと素材が変わるなみたいな自分で思えるところを選択して、一回ここから切り取って貼り付ける。私の場合こうコマンド入れちゃってるけど、自分の場合はここら辺から切り取り貼り付けをして、少しでもトーンの貼り方をこうやってずらしてあげる。ここをね。まあ本当にね、これやってもやんなくてもみたいなとこなんだけど、やってあげることで、なんかちょっとだけ立体感が出たりとか、縫い目が違うように見える。ちょっとこれ黒いやつでやっちゃってるから分かりづらいんだけど、この柄だと私の場合。でも分かりやすい。確かに。洋服ってでもそうなってるもんね。そう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 。布張りがちょっと違う。もしこれでもっと違いを出したければ、こういう布の切れ目とかにホワイトで切った線をこうやって入れてあげると、ここのシャツに、ここにシャツの襟がありますよみたいなのとかが分かりやすく伝わりやすいと思う。特に黒だからね。そう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 。あれだけどね。まあそういう細かい作業をする人は白黒でもする。なるほどね。私はしないけど、普段はしないけど、こんなことはね。一応今はやった方がな、たまにはみたいな。はい。一回白黒の方完成しました。おー、すごい。まあ、大体いつも自分が漫画でやってるようなことを同じようにやってみました。まあ、強いて言うとちょっと今回目だけは、ちょっと元の絵がね、目の瞳の中の縁取りを取らないみたいな特殊な描き方してたから、あえて今回もそれでトーンだけで表現してみたんだけど、まあ、あとは大まかにはもう全部いつも自分が漫画の中でやってることです。確かに漫画の中の作品だ。そうだよね。最後白いしぶき飛ばしたり、髪の毛塗った後にちょっと白い髪の毛数本炊き足したりとか、特に変わったことはやってないです。でもやっぱ俺は好きだけどな、この。あとやっぱモノクロの時の少女漫画おすすめはなぜか知んないけど、よく木をかけるっていう。人物に木をかけるっていう。木陰にいるみたいなね。謎のやり方それよくするの。私もそれをよくやってんので、今回も入れときました。イケメンや。やっぱ好きなんでね、白黒の場合私このなんかトーンと濃い掛け編みが重なり合う感じとかが好きだから、まあがっつりトーン入ってるけど、まあ少女漫画らしいある意味ね、感じできたんじゃないかなと思ってます。じゃあ次カラーでやってみたいと思います。はい、じゃあ今度はカラーの方やっていきたいと思います。まあどっちにしろカラーなので、今回はもう線画モードもカラーで、このページの設定もカラーでこのままでいきたいと思います。ただやっぱ自分がいつもやるカラーよりは、もともとそもそもこれ落書きのつもりで描いてたから線が雑なので、いや一応やっぱりもう一回ちょっと線はここで整えとこうかなと思います。投げ縄じゃなくて塗りつぶしするときにはみ出ちゃうからでしょ。そう本当にちゃんともうカラー用で描こうって思ってるときは、ちゃんと線つなげてもっと描いてるってことでしょ、慎吾先生も。まあそうだね。とか違うね。カラー用とか仕事の時はもうちょっと線つなげてくる。これ一応落書きっていう体だったからって。これはもう落書きだったから自分の中ではね。だからもうカラーにする気もないし、なんだって SNS に急いであげた落書きだったから。やばいやばい、そろそろ告知しないと時期だみたいなね、そういうね。だからそういうつもりの時の絵だったから、そもそもが真剣に描く絵じゃなかったし。慎吾先生的にザザザって描いて、やべやんなきゃみたいな。そういう絵だったっていうのがあるけどね。カラーの時は、基本私はこう、影は影でつけるから、こういうなんか細かい斜線で線を描くことはしないのよ。だからまず邪魔なので一回消します。余計なものを描いてしまっている感があるので。せっかく描いたけども。消しますね。まあ、モノクロとか単色塗りみたいな時はやるけどってことね。そうだね。フルカラーでやるときは、いらない。モノクロとか単色の塗りの時は線がそもそも少ないし、色がないから、寂しくならないようにってこう、斜線とかを描くけど、今回はそもそもカラーで表現できるので、影とかも極力もういらないっていうので消しときます。
じゃあ、カラーの時の線の整えが終わりました。イメージとしては、白黒の時はあんま気にしないんだけど、カラーの時はあんまり線みたいな感じで細すぎると、塗った時になんかこうまとまりがうまく出なかったりするから、少し白黒の時より束を太くするようなイメージだったり、はっきりしたこう束っぽい髪の毛にするようなイメージにしてます。で、これは人によると思うんだけど、私の場合だよ。やっぱカラーは白黒で仕上げる時の2倍は時間がかかる。あ、やっぱそうなんだ。まあ、下手したら2倍以上かかる。まあ、それはもう白黒に慣れちゃってるからっていうのもあるのかもしれないけど、やっぱり2色で表現するのと違って、カラーはすごくいろんな色で表現しなくちゃいけないし、全部を塗らなくちゃいけないよね。なんか白黒の場合っていうのは白で残しとける部分がすごく多いけど、カラーの場合は白いところっていうのは何もしてないところみたいになっちゃうから、結局は肌とかも白じゃなくて肌色で塗るでしょ。全然かかる手間が違うので、まあもう全然カラーの方がやっぱ私は大変な作業だと思ってる。結局カラーを描く機会が漫画家はすごく少ないから白黒に比べたらね。基本白黒だもんね。やっぱなんか白黒の仕事がベースで、カラーは、うわ、カラーが来た頑張って描こうみたいな感じだからね。確かに。イラストレーターの人なんかはね、もう、基本カラーだもんね。多分白黒の仕事ってあんま来ないと思うからね。だからそういうことでも、なんか将来自分がやりたいこととか考えてみるのもいいかもしれない。なんかカラーの絵の方が好きだしな、みたいな。でもこれから時代的には私カラー漫画増えるとは思うから。じゃあよりシーマスで大変になっちゃうじゃん。私はカラー漫画の世界には行かない。白黒の世界に。私は一生白黒漫画の世界にとどまるよ。白黒とどまり。仮に世の中がカラー漫画やったら私だけは白黒の人間として残るよ。それぐらいやっぱカラー漫画は描けない、とても自分じゃ。大変すぎてね、もう無理無理。だいたい今ざっくり色を塗ってきたんですけど、白黒の時にはなかった線画の色を変えるっていう工程が、このカラーだとあるので、それがまあ私的には結構楽しい作業になってます。ということで今その線画の色を変えていきます。これいつもやるよね。そうそうそう。ちょっとなんかオレンジっぽくして。あとね、ハイライトも一番、それは白黒でも一緒なんだけど、ハイライトは一番最後まで入れないのね。ちょっと楽しみに撮ってんの。だから、まあそういうのがちょっと白黒の時にはなかった一手間が逆にできるのが楽しいなって感じ、カラーは。なんかここまで来るとさ、なんかさっきの白黒もすげえ良かったんだけど、わかるよ。なんかカラーもなんかいいなって思ってきちゃうよね。そうだよ、いや、そうだよ、思う。やっぱ思う？思う、私も。全然私は思うよ。なんか思うよね。俺もなんかその感じになってきちゃった。でもさ、もう一個あるんだよね。やっぱ2色塗りっていうのもすいや、まだあるね。あと最後まだ比較残ってるから。ちょっと楽しみだわ。その3枚がこう並んだ時にね、一体どれがやっぱよく見えるのか。いや、私の場合、ここからが1個問題でさ、背景がカラーの時どうしていいか分かんない問題が出ちゃうんだよね。私の場合これなのよ、いつも一番。なんだっけ、レンガみたいなやつ。ちょっと、そう、レンガみたいな、もうそれだエスカありがとう、もうそれだよ私のカラー背景といえばレンガ。レンガ。あれしかないんだ、私には。コンクリートブロック塀な。コンクリートブロック塀っていうの？壁材コンクリートってやつだから。もうだってないんだもん、ネタが。しかもちょっと角度合ってないしね、この絵には。俯瞰みたいになってるから、これ加工かけよう。はい、じゃあ、カラーのイラスト完成しました。お疲れ様。こんな感じになりました。やっぱいいね。なんていうか、今回一応白黒の時にさ、木の影を落としたから、あえて今回は同じように木の影を落とす加工にしてみました。なんかこう、ちょっとフィルターみたいのをかけてみて、色のムラみたいに出したりしたかなっていうのとは、あとはもう大きく変えてなくて、いつも私が仕事でやるカラーの塗り方と同じような塗り方をしてみました。やっぱかっこいいよ。
まあガラシャツ好きとしてはね、毎回違うガラシャツを。全部違うガラシャツになってるしね。で、やっぱね、カラーだと、やっぱ楽しいのは目だね。色がやっぱ一番輝くから、めっちゃ目に。目の色塗ってる時っていうのが一番楽しかったかなと思います。ということで、まあ全部できたので、一回ここでちょっと並べて見てみたいと思う。いや、これね、気になるよ。ということで、並べてみたのがこちらです。さあ、皆さんどうでしょうか？しかもちゃんと単色塗りも入ってるからね。単色塗りも一緒に一応並べてみた。どう？うわー、やっぱりこれね、好みあるよ。きついな。目が行くのは確かにカラフルカラー。だけど、やっぱ一番最初になんか華やかだもんね。だってどう見てもね。そう。いや、だけど、案外俺2色とか白黒も好きなんだよね。っていうか、2色ぐらい。いや、これは分かんない。やっぱ私単色職人だったかもしれないけど。ちなみにどれが一番いい？自分なりに。分かんないんだよね。だから正直私これだけだとあれで、私としてはだよ。なんかこのイラストね、このね、文字が入ってこそ完成っていうのがあるよ。ああ。これを仮に全部に乗っけたときに、どれが一番バランスいいかなっていうのもちょっとある。いや、そしたら多分単色だと俺は思うよ。この文字はやっぱ単色が一番入る。正直単色は、だから文字入りで私は考えてるから。まあそうです。文字なしになった時はちょっと単色寂しかったなと思った。まあここがないからね。そう。やっぱさ、単色でもし文字なしだったらここにも単色ではもうちょっと文字を入れたかなと思うんだけど、いや、わかんない。私これわかんない。どれが一番いいか。自分で本当に。いや、もう確かに。みんなに聞きたい。どれがいいって。いや、だから白黒作った時は、やっぱ白黒だなと。わかる。やっぱ私は白黒漫画の人間だから白黒だな。一番やっぱかっこいいなと思った。やっぱ線がはっきりしてていいなと思ったら、濃くて。わかる。濃くてね。いいなと思ったんだけど、カラーが出来上がってみると。カラーもいいなと思うよね。やっぱ漫画の表紙がカラーな理由は、そうだ、わかるなって。映えるよね。やっぱみんなこれだから表紙をカラーで買ってくれるんだなとか思って。本当には映えるよね。そう。だから最後3個並べたとき、あれやっぱ単色おしゃれやなっていう。俺もそれ思ったのよ。並んだときに、いいなと思うよ。でも単色が来たときに、でもやっぱ、シボスって単色ありだなって思っちゃったよ、一瞬。ちょっとわかんないので、ちょっとみんなコメント欄でよかったら本当どれが一番良かったか教えてください。もしかしたら、単色職人の可能性も否定できない。あとね、だから私冒頭で言ったけども、カラーが一番好きだなと思ってくれた人は、私これ画集をね、人生初画集、漫画やってて初めての画集を発売したので、8月に。14年ぐらいの集大成ってこと？ほんと17年ぐらいの集大成かなわかんないけど、もうだからめっちゃ古い絵もあるんだけど、新本慎のカラーの履歴がここにあるので、よかったらよろしくお願いします。ぜひ白黒が好きな人はこちら。漫画連載してますので見れますということで、みんなよかったで、単色好きな人は SNS フォローして立ててみるから、全部よろしくお願いします。よろしかったらチャンネル登録とか高評価よろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と。バイバーイ。よろしくねー。